葬儀場の片隅で1枚のハンカチが見つかりました。くたびれた白い布、端はほつれ、生地は薄く透けるほど使い込まれていました。それでも丁寧に折りたたまれたその姿には何か大切なものを守り続けた時間の重みがにじんでいました。孫はそれを手に取った瞬間に動けなくなりました。ハンカチの隅に小さな文字が書かれていたのです。震える指で広げると、そこには一行の言葉。インクはにじみ、紙のように薄くなった布に刻まれたその文字を見た瞬間、孫の目から涙が溢れ出しました。自分の字と全く同じだったのです。血はつながっていない。それはずっと知っていました。でもその瞬間だけは何十年という時間を超えて見たことのない誰かとつながった気がしました。祖父はこのハンカチを35年間毎日持ち歩いていました。雨の日も風の日も誰にも言わずに、ただ静かに。なぜ黙っていたのか、なぜ渡さなかったのか。その答えはハンカチの中に折りたたまれたもう一枚の紙に書かれていました。それは孫が生まれた年に書かれたたった一通の手紙でした。血ではなく責任でつながった2人の物語。祖父が35年間何を守り何を背負い続けたのか。次はその孫が生まれた日から話を始めましょう。1990年春のことです。東京の片隅にある小さな病院で一人の赤ちゃんが生まれました。しかしその子を迎えるではありませんでした。母親は若く事情を抱え、子供を育てる選択ができなかった。涙をこらえながらたった一枚の紙に言葉を綴り、赤ちゃんと共にある場所へと託しました。その子の名前は後に健太と呼ばれることになります。健太を引き取ったのは当時60代の老夫婦でした。祖父の田村正蔵と祖母の義恵、2人にはすでに息子がいましたが、その息子夫婦には子供ができず養子を迎えることになったのです。手続きは静かにごく身内だけで進められました。正蔵は多くを語る人ではありませんでした。口数が少なく感情をあまり表に出さない昔かたぎの男でした。しかし仕事には誰よりも誠実で、一度引き受けたことは最後まで手を抜かない、そういう人間でした。健太が家に来た日、正蔵はただ一言こう言いました。よう来た。ここがお前の家や。それだけです。泣きもせず笑いもせず、ただ静かにその小さな命を受け入れた。健太はやがて歩き話し絵を描くようになりました。字を覚えると几帳面な筆跡でノートを埋めるようになりました。正蔵もまた昔から几帳面な字を書く人でした。血はつながっていない。それでも2人の字は不思議なほど似ていました。誰も気にしませんでした。ただ似ていると笑っていた。しかしその似ているという事実には誰も知らない深い理由が隠されていたのです。次は2人が初めて出会ったあの春の朝の話をしましょう。春の朝は柔らかな光とともに始まりました。2026年よりもずっと昔のことです。正蔵は縁側に座り、いつものように薄い緑茶を飲んでいました。湯気が静かに立ち上り、庭の梅が一輪だけ咲いていました。そこへ小さな足音が聞こえてきたのです。息子夫婦が連れてきたのは3歳になったばかりの男の子でした。名前はベン。血のつながりはない。それでも家族になると決めた子供です。正蔵は最初何も言いませんでした。ただ静かにその小さな顔を見つめていました。ベンは怖かったのでしょう。知らないおじいさんの前でじっと動かずに立っていました。小さな手をぎゅっと握りしめながらしばらく沈黙が続きました。正蔵はおもむろに立ち上がり、縁側の端に置いてあった折り紙を一枚紙に取りました。無言のまま丁寧に折り始めます。つるではありません。小さな船でした。それをレンの目の前にそっと差し出したのです。レンは少しの間その船を見つめていました。それからおずおずと両手で受け取りました。その瞬間正蔵が初めて笑いました。深いシワが目元により目が細くなりました。言葉は何もありませんでした。でもその笑顔だけで十分でした。レンもつられるように小さく笑いました。それが2人の始まりでした。言葉より先に手が動いた人、言葉より先に
取った子供。2人はそうやってゆっくりとしかし確かに近づいていきました。しかし穏やかな日々はいつまでも続くわけではありませんでした。蓮が小学校に上がった年の秋、2人は初めての試練を迎えることになります。蓮が小学校に上がった秋のことでした。クラスで家族の絵を描いてきなさいという宿題が出ました。蓮は筆を止めました。誰を描けばいいのかわからなかったのです。その夜、祖父の部屋の前で立ち止まった蓮は小さな声で言いました。おじいちゃん、僕の家族って誰なの？祖父は静かに立ち上がり、蓮の隣に座りました。何も言わずに、ただ隣にいました。しばらくして、一言だけ言いました。お前が描きたい人を描けばいい。その言葉は、答えではありませんでした。でも蓮には、それで十分でした。翌日、蓮が描いたのは、祖父の顔でした。月日は流れました。蓮が中学に上がった頃、祖父は少しずつ体が弱くなっていきました。かつてまっすぐだった背中が少し曲がり始めました。重そうな荷物を持つ手が震えるようになりました。今度は蓮がそっと横に立つ番でした。何も言わず、ただ隣を歩く祖父がかつて蓮にしてくれたように、蓮も同じことをしました。言葉ではなく行動で、それが2人の言葉でした。高校生になった蓮はある日気づきました。自分の字が祖父の字にどこか似ていると。血はつながっていないのに、筆の運び方、止め方、払い方まで不思議なほど重なっていました。蓮は笑いました。おかしくて、でも少し胸が熱くなって祖父に見せると、祖父も静かに笑いました。血ではなく毎日の積み重ねが2人を形作っていました。人は一緒にいた時間に似ていくのだと蓮はその時初めて理解しました。ぶつかることもありました。すれ違うこともありました。でも2人はいつも気づいたら同じ方向を向いていました。そしてその穏やかな日々の先に2人が最も輝いた時間が静かに待っていました。穏やかな時間というのは気づかないうちに過ぎていくものです。蓮と祖父の間にはいつしか特別な空気が流れるようになっていました。言葉がなくても同じ部屋にいるだけでどこか安心できる、そんな時間が2人の日常になっていました。祖父は毎朝決まった時間に庭に出ました。蓮もいつの間にかその隣に並ぶようになっていました。特に何かを話すわけでもない。ただ並んで空を見上げる、それだけで十分でした。中学を卒業し高校へ進んだ蓮は少しずつ自分の夢を語るようになりました。建築士になりたいと言った時、祖父は何も言わずに静かにうなずきました。その目には確かな誇りがありました。蓮はその眼差しがどんな言葉よりも嬉しかった。2人で出かけることも増えました。近所の公園、古い商店街、いつもの定食屋、どこに行っても祖父は必ずあの古びたハンカチを胸ポケットに入れていました。蓮は何度かそれを見かけましたが、不思議には思いませんでした。ただの習慣だとそう思っていたのです。2026年、蓮は20歳になりました。祖父は78歳。少し背が縮んで歩くのがゆっくりになっていたけれど、その目はいつも穏やかでまっすぐでした。誕生日の夜、祖父が静かに言いました。お前はよく頑張った。たったそれだけの言葉でした。でも蓮はその一言に何年分もの重さを感じました。それが2人にとって最も輝いた季節でした。しかしその穏やかな日々はある朝突然終わりを告げました。祖父が倒れたという知らせが蓮のもとに届いたのは春の始まりのことでした。春の知らせはいつも暖かいものだと思っていました。しかし蓮にとってその春は違いました。祖父が倒れたという電話を受けたのは朝の早い時間でした。蓮は上着も満足に羽織らず病院へ走りました。廊下の白さがやけに冷たく感じられました。祖父はそのまま帰らぬ人となりました。眠るように静かに苦しんだ様子はなかったと医師は言いました。でも蓮にはその静かさが帰ってからかった。もっと早く会いに行けばよかった。もっと言葉を交わせばよかった。後悔は波のように押し寄せてきました。葬儀の準備が進む中、蓮は祖父の部屋を片付けることになりました。長
長年使い込まれた机、色あせた写真立て、そして引き出しの奥に静かに眠っていた1枚の古いハンカチ。35年間祖父が毎日持ち歩いていたものだと後から親族に聞きました。レンは何気なくそれを手に取りました。布は薄くくたびれていました。しかし丁寧に折りたたまれていた。まるで大切なものを包むように。ゆっくりと広げると中に小さな紙が1枚折り込まれていました。古びた便箋、インクはかすれ、紙の端は茶色く変わっていました。しかし文字ははっきりと残っていた。レンはその文字を見た瞬間、息が止まりました。自分の字とあまりにも似ていたのです。筆圧の強さ、文字の傾きとの結び方、まるで自分が書いたかのような筆跡でした。手が震えました。目がしみました。涙が止まらなくなりました。祖父はずっとこの紙を守っていた。35年間誰にも言わずに、ただ黙って。レンにとって祖父は血のつながらない家族でした。それでも今これほど深くつながっていると感じたことはありませんでした。その便箋にはレンがずっと知らなかった言葉が書かれていました。この発見がレンの中で何かを大きく変えようとしていました。レンはしばらく動けませんでした。便箋を手に持ったままただそこに立ち尽くしていました。葬儀場の外では人々の話し声が続いていました。それでもレンの耳には何も届きませんでした。あの筆跡が自分のものと重なっていた。それだけで全てが変わってしまいました。レンはゆっくりと椅子に腰を下ろしました。膝の上に便箋を置いてもう一度その文字を目で追いました。線の引き方、文字の傾き、止めと払いの癖、どれを見ても自分が書いたものとしか思えませんでした。血はつながっていない。それは事実です。でもこの筆跡は何を意味するのでしょうか。レンはずっと自分がどこから来たのか知りませんでした。親に捨てられたのか、事情があったのか、愛されていたのか、何も知らないまま35年間を生きてきました。その問いに祖父は答えを持っていました。ずっと持っていた。それでも黙っていました。なぜ話してくれなかったのか。最初はそう思いました。少しだけ怒りに似た気持ちもありました。でもその感情はすぐに溶けていきました。祖父が沈黙を選んだのは隠すためではなかった。レンが自分の足で立てるようになるまで待っていたのかもしれない。その時が来るまでただ旗で守り続けることを選んだのかもしれない。責任とは言葉ではないのだとレンは思いました。声に出さなくても形に残さなくても毎日その手帳を持ち歩くことが祖父にとっての答えだったのです。便箋の最後の一行にレンはまだ目を向けられずにいました。そこに書かれていた言葉がレンの全てをもう一度作り直そうとしていました。便箋の最後の一行、レンは長い間そこから目をそらしていました。読んでしまえば何かが終わる気がしていたのです。いや、違います。読んでしまえば何かが始まってしまう気がしていたのです。指先がかすかに震えていました。葬儀場の外では冬の風が窓を鳴らしていました。祖父がいなくなった世界はこんなにも静かなのかとレンは思いました。ゆっくりと視線を落としました。そこに書かれていた一行はたったの13文字でした。この子はきっと誰かに似ます。それだけでした。親の名前も理由も謝罪も何もありませんでした。ただその一文だけが35年前の母親の手でそっと残されていたのです。レンの目から涙がこぼれ落ちました。声は出ませんでした。ただ涙だけが静かに頬を伝えました。見るという言葉の意味をレンはその瞬間に初めて理解しました。血ではないのです。顔でも声でもないのです。毎日ハンカチを持ち歩いた祖父の背中、誰にも言わずに35年間守り続けた祖父の選択、そして今涙をこらえることができずにいる自分自身の姿。レンは祖父に似ていました。誰よりも深く、誰よりも静かに誰かを思うことができる人間に血は一滴も混ざっていませんでした。それでもレンと祖父はこの世界で一番似た二人でした。
責任という言葉を口にせず、ただ行動で示し続けた人と、その背中を見て育った人。便箋を胸に抱いたまま、レンはしばらく動けませんでした。外はまだ冬でした。でもレンの中に小さな春が芽吹き始めていました。あの冬から3年が経ちました。レンは今小さな設計事務所で働いています。建物を設計する仕事です。人が安心して眠れる場所を形にする仕事です。祖父が無言で家族を守り続けたように、レンもまた形のある何かで誰かを守りたいと思うようになりました。便箋は今もレンの手元にあります。額に入れて飾るようなことはしませんでした。祖父がハンカチに包んで持ち歩いたように、レンも小さな封筒に入れて毎日カバンの中に入れています。重さはほとんどありません。でも確かにそこにある、それだけで十分でした。生みの母のことを調べようとしたこともありました。でも今はまだいいと思っています。あの手紙の中に母の全てがありました。謝罪でも言い訳でもなく、ただ純粋な愛がありました。それを知れただけでレンには十分でした。祖母は今も元気です。たまに祖父の話をします。あの人は口が重くてね、と笑いながら話す祖母の目はいつも少し潤んでいます。レンはその度に麦茶を注いで隣に座ります。言葉はいりません。ただそこにいる。それが祖父から受け継いだ唯一の、そして最も大切なものでした。筆跡が似ていると気づいたあの夜、レンは初めて泣きました。声を出して子供のように泣きました。血がつながっていないことが悲しかったのではありません。これほど深く誰かに似ることができたという事実がただ嬉しかったのです。レンはゆっくりと前を向き始めました。この物語に終わりはありません。でも次の章の扉はもう開いています。血がつながっていなくても人は深く似ることができる。レンとおじいさんが証明してくれました。2人をつないだのは遺伝子ではありませんでした。毎朝ハンカチを持って出かけるという小さな習慣でした。誰かのために黙って何かを守り続けるという静かな責任感でした。おじいさんは35年間一度も語りませんでした。でも語らないことで全てを伝えていたのです。あなたにもそんな人がいますか？言葉ではなく行動で愛を示してくれた誰かが、気づかないうちにあなたの中に生きている誰かが。この物語はレンだけの話ではありません。受け継ぐとは血ではなく生き方のことだとこの古いハンカチは教えてくれました。今日もどこかで誰かが誰かのために黙って何かを守っています。その静かな愛がいつかきっと次の誰かへと渡されていく。それが命の続き方なのかもしれません。